今日は、まずは早稲田教育学部の谷山先生が考案した微分幾何体操について紹介するよ。ちょっと手袋取ってくるよ。よし、じゃあ早速体操をしてみるよ。まず、腕を前に伸ばしてね。その時に、手のひらはピンと伸ばして、下を向くようにしてね。はい。その次に、その腕をねじらないで上に持ち上げてね。この時、手のひらは正面を向いているね。うん。そしたら今度は、腕を横に倒してね。まだ手のひらは正面を向いているよね。はい。じゃあ最後にその腕を前に持ってきてね。すると最初の位置に戻ってくるけど、何かが最初と違うよ。あ、手のひらが最初は下を向いていたのに今は横を向いているよ。これはおかしいよ。どういうことかな？いや、これはおかしくなくて、球面の幾何学を反映しているんだよ。なんでだろう？実は今、僕たちが腕で作った向きの変化は、手を球面上の点だと思って考えるとわかりやすいんだ。まず、小学校でも習ったように、平面上の多角形の外角の和は360度になるよね。でも、球面上の多角形は、外角の和は360度より小さくなるんだよ。例えば、こんな感じの図形があるよ。僕たちが今描いた軌跡は一番左の図で、外角はすべて90度だから足したら270度で、360度には足りていないね。うん。確かにそうだね。これが手の向きのズレとどう関係しているのかな？この体操のポイントは、自分からは決して手首を回さないことなんだよ。でもまっすぐにしているつもりでも、球面の丸みのせいで、ずれてしまうんだ。もう少し詳しく説明するね。最初、頂点 A から出発したとき、手の甲の向きと動く向きは一致しているよ。でも、頂点 B で曲がるときに、手のひらの向きと動く向きのずれは外角の分の90度加算されるよ。そして、頂点 C で曲がるとき、また頂点 A に戻ってきて頂点 B に向かうことを考えたときにも同様にずれは90度が加算されて、合計270度が加算されることになるんだ。すると360度に足りない分の90度、手がねじれてるっていうことになるんだ。確かにそうだね。平面の場合はどうなるのかな？平面の場合はこの図からわかるように90度ずつ道を曲がって帰ってこようと思ったら長方形ができて、外角の和は360度になるよね。そうか。面が曲がっているのが助けてくれて、動く向きを変えた時の外角の和が360度に行くより早く帰ってこれちゃうんだね。うん。今たどった経路は側地線。つまり球面でのまっすぐな線だよ。ガウスボンネの定理。側地線がなす多角形の外角和を360度から引いた値は、その多角形上での曲率の積分値というのがあって、それを表しているんだよ。なるほどね。これは大学の公式ホームページや YouTube 動画にも載っているので気になった人はぜひそちらも見てみてね。じゃあ、さっきは微分幾何体操をやったので、今度は位相幾何、トポロジーに関係ある体操をしてみるよ。この遊びは古典的なものみたいだよ。じゃあまず、もうちょっとこっちに来てね。二人の手を紐でこう結ぶよ。これをどう解くか、ということが問題だよ。もちろん、ハサミとかで切ったらダメだよ。連続的に動かして、二つの紐を分かれさせるんだ。この輪っかの中をくぐったりするのかな？いいや。でもなんだか無理そうなような。うん。直感的に考えるとそうだよね。その直感は正しくて、結び目理論を使ったらその直感を数学的に証明できるよ。僕たちの体と紐を円周とみなすと、今の状態はホップリンクと呼ばれる図形なんだ。なんかかわいい名前だね。ホップは人の名前で、リンクは日本語にすると絡み目だよ。結び目理論を使うと、ホップリンクは決して2つの分かれた円周にはできないことがわかるよ。ちょっとこのことについては後で説明するよ。じゃあ、この問題の答えは無理っていうことじゃないの？そう。ホップリンクとみなしちゃうと解けないんだよ。つまり僕たちの体と手首と紐が密着していると考えると解けなくて、その隙間に注目するんだよ。じゃあ、どうやって解くかを説明するよ。まず、僕側から見ると、僕の紐は、左側では上、右側では下を通るようにして交差しているよね。次に、僕の手を、水の紐が V 字になっているところの真ん中に置くよ。そしたら、
僕の手首と紐の隙間から水の紐を下から上に引き上げるよ。その水の紐、手のひら側から手の甲側にぐるっと回せば、あとは水側に引っ張ると外れるよ。おお、本当だ。知恵の輪みたいだね。みんなも誰かと手を紐で結ばれちゃった時はぜひ試してみてね。じゃあ、さっきの結び目理論のことを教えてほしいな。結び目とは、3次元空間で1つの紐を結んだこのようなもので、絡み目とは2つ以上の紐を結んでできたこのようなものだよ。結び目、絡み目を考えるときには、3次元空間で連続的に動かして移り合うものは同じとみなすんだ。例えばこれとこれは同じだよ。そうかな。こういうふうに変形できるからね。お、本当だ。そして、同じ結び目、絡み目に対しては同じ値が得られるような関数のことを不変量と言うんだよ。特に絡み目に対して便利な不変量として、絡み数というものがあるよ。計算方法は、絡み目の図式を見て、まずそれぞれの円周に向きを入れるよ。そして、違う紐が重なっているところには、このようなルールでプラス1かマイナス1を割り当てるよ。そしたら、それらを合計して割るにしたものが絡み数だよ。2つの離れている円周に対しては絡み数0。このような向きを入れたホップリンクでは絡み数1だね。絡み数は同じ絡み目に対しては同じ値を返すから、その対偶を考えて、違う絡み数になっているから、2つの分かれた円周とホップリンクは同じ絡み目ではないよ。つまり、どんな風に連続変形しても移り合うことはないんだ。へえ、これが直感的に無理そうっていうことの証明になるんだね。うん。このように不変量は、できないことの証明をするのに便利だよ。でも、同じ値が出たからといって、必ず同じ結び目とは限らないから注意してね。例えば、このホワイトヘッド絡み目は絡み数0だけど、分離することはできないよ。じゃあさ、最後に、こう二人で腕を結んで、ホップリンクポーズっていうのをやってみようよ。これは卒業式とかでもできそうなポーズだね。みんなぜひやってみてね。そういえばもう年が変わっていたよね。明けましておめでとうございます。2026年も琥珀と水をよろしくお願いします。今年も楽しみましょう。それじゃあまたね。